初夜に鐘をつくときにゃ諸行無常と響くのりごや牛三つ時清姫の御霊が道成寺の章の前に現れた。ごぼうよ、わらわは掃除が浜にて身を投げた清姫なるれ。わらわを成仏させるのか。さよう。じゃがその前に振り返るがよい。安珍との馴れ初めから死に至るまでを不思議よ。いつの間にやら時は遡り、旅の行者である安珍と友の松屋がせめて一夜をもって清姫と共に住む父である里の長庄司清次に宿を借りた。その昼に偶然清姫を春祭りのさなか安珍とすれ違うてた。旅の疲れか友の松屋は早めの寝床についとしかし安珍は昼間すれ違うた美しき娘のことが頭から離れずに帰って目が冴えた。その時庭先から笛の音が聞こえてくるではないか。音のする方へ吸い寄せられるように安珍は向かった。そこには月明かりに照らされた清姫の姿が。お前は昼間見た？桜見にいてあんたに会うた。やはりお前であったか。安珍と申すか。あんたは美しいなじゃ。お前は清姫。あんたに会うたはこれまたえにしじゃの。そうやもしれぬ。お前が好きじゃ。清姫もおみゃが大好きじゃ。言うたかどうか。たちまち二人は恋に落ち、帰りには必ず迎えに来ると安珍が言い、清姫もあなたの嫁になりたい。
昨夜私は笛の音に誘われ庭先へ行ってみると、お二人が仲むずまじくしておられた。その時月明かりに照らされた清姫殿の影を見たらば、腰を抜かしてしもうた。なんとも恐ろしき大蛇の影で、ひとときでも恋心を抱いた私が愚かであった。松屋よ、先を急ごう。一方清姫は、ああ殿様、心が焼ける。安珍様、恋し男の名を狂ったように呼び求め、のたうち回る清姫は、一時の別れも耐えれぬ清姫は、父の目を盗んでとうとう外へ飛び出した。あれ、旅の人、若く美しいそうお見かけではなかったか。ああ、そこのお方、安珍と申す修行僧も知らぬか。そこは白人で行く先を変え、先を急ぐ安珍とこの松屋が目に入る。清姫は思い切り首を伸ばして傍らの杉の木により登ると、身をよじりながらその名を呼んだ。安珍様。振り返る安珍、なんと清姫の姿、首から下が大蛇と化しているではないか。走って逃げたわ、走って逃げたわ。何故私の姿を見て逃げる。魔性とて人に恋して何を悪い。が恋煩いでその人相はガキ道のそれにも等しい夜叉の顔つき。待て安珍、下道呼んで呼んで走ったわ走ったわ。ひ弱な安珍天人も無法の清姫の力加減はどっこいどっこい、抜きつ抜かれつかけにかけ、草履の避けたが清姫の足を止めた。その隙に先を急ぐ安珍は、ついにゆたりと流れる大川日高川へとたどり着いた。情けない安珍、逃すまいぞ。女の一年、侮るなかれ。死に向かいて覚悟正しく、天を仰ぎ川もめがけて身をなめたる清姫。どこ白き姿の水底に沈めば、あら不思議、たちまちその姿、白き大蛇になりて水面に浮かぶ。ぐわーぐわーとものすごく友人がごときに泳ぎながら、白蛇と化した清姫はただひたすらに安心元で追いすがる。男の方面やっ
いで安珍と友の待つ矢がついたるは道成寺。これより先は女に狩る約束は決してすまいの。はい、決していたしません。そうして安珍は金の中に身を潜めた。しかしなんとも不気味な静けさよ。わずかな風のせいか、気のせいなのか、木々たちが震えているようじゃ。恋し憎しが今ただ憎しと62段の石段をつつつと登りゆく。あやや閉ざしし山門音なく開きて進みとる。安珍潜むし金をめがけて一目散に竜符をつかむや。たくましき帯目でゴーンと鳴らすや。中にて安珍古典とばかりに気を失いせしはわずかばかりの慈悲なるよ。エビ姫清姫くね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 とやわはだ金に巻きつけ巻きつけ引き巻き半くね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 巻き巻きとぐろの上に立ち上がりしその姿、白蛇の空したまことの龍神。その口より吹き出す真っ赤な炎は金に少年かけて燃やさんとす。燃え尽きなば清姫元の姿、見ればやつれし乙女の姿が掃除が浜にて身を投げるなり。時は元に戻りて牛に続き。ごぼうごぼうよ、なんとも浅ましき我が姿よ。わらわはやはり魔物じゃ。この苦しみを安珍様のためにも背負わなければならぬ。わらわが成仏するその時にはまたこの寺に参ろう。何十年、いや何百年と苦しみさまよい続けた後、己を許せたその時に必ずやこの寺に成仏しに参ろう。さらばじゃ
ごぶさらばじゃごぼうよ。もしもあの時お前に会わずば悲し悲しや安珍清姫邪性の恋路死なばお前と地獄の果てまで恋は大人になってからしまひょうな。